いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。今回はマダコを解説いたします。梅雨が終わればいよいよ夏本番です。夏の鳩釣りターゲットの一つに大人気のマダコがいます。マダコは春の終わり頃から晩秋までの水温が比較的高い時期によく釣れます。身近な堤防で釣れることから、特に初夏の新子が数釣れる時期にはタコエギやタコジグで狙う釣り人が急増します。近年大きな盛り上がりを見せている堤防からのマダコ釣り。マダコは身近な堤防に潜んでいて、釣り方も難しくありません。初心者の方でも簡単にマダコを釣るための基本とポイントを解説いたします。最後までよろしくお願いいたします。重要なポイントは次の7つになります。砂礫や岩礁域に生息、岩石や海藻に擬態、夜行性で食性は貪欲、寿命は1年から2年、明石海峡日本一、釣り場は事前に確認、疲労や視力の回復効果、砂礫や岩礁域に生息について、マダコ、分類、タコ目、マダコ科、マダコ属。タコの仲間は世界中で約200種類が知られており、日本近海でも50種類以上が確認されています。タコというと海中を泳ぐというよりも張って歩いたり岩陰に潜んでいたりというイメージがありますが、12科中マダコ科のみが海底での生活に適応した体の構造を持っています。浮遊性のものも数多く、タコの仲間は海の表層から海底まで広い範囲に適応しています。食用となり産業的にも重要なのはマダコ科に属するものに限られています。最も一般的なマダコ、体長3メートル、体重 30kg にもなる水ダコ、陶器に米粒状の卵が詰まり美味しい小型のイイダコ、腕が特に長いテナガダコ、そして沖縄地方では普通に見られるワモンダコなどがいます。その中でも主な釣り相手となるのはマダコ、水ダコ、イイダコの3種になります。日本では一般にタコといえばマダコを示すほど、本種はタコ類の中心的存在です。世界各地の熱帯、温帯海域に広く分布しており、日本では太平洋側の三陸付近から南、日本海側では北陸から南の砂礫や岩礁域に生息しています。岩石や海藻に擬態について、腕を含めた体長は60cm 前後、体はしなやかである程度伸縮します。背面は微小な顆粒状の点によって網目状に覆われており、背中にはダイヤモンド型に配列した大きなイボがあります。体色は赤褐色か黄褐色をしていますが、腹側は単色。皮膚には色素細胞がくまなく分布していて、興奮した時や環境の状態によって体色や突起の長さを数秒ほどで変えることができ、岩石や海藻に擬態します。海の中で活発に動き回るには大量の酸素の供給が必要ですが、エラへの血液の出し入れを効率よくするために、エラの根元に小さなポンプを備えています。これをエラ心臓と呼び、器官が左右にあるので、本来の心臓と合わせて心臓が3個あることになります。腕は8本とも外頭長の 2.5 倍から3倍の長さがあり、断面は四角くなります。吸盤は2列で200個前後あり、オスには各腕の基部から15番目から19番目に大きな吸盤があります。また、オスの右第3腕は先端が変形した後節腕になっていて、外敵に襲われた時に捉えられた腕を切り離して逃げ、その後再生されます。稀に2本に分かれて再生されることがあり、8本以上の腕を持った個体が見つかることがあります。夜行性で食性は貪欲について、マダコは引き潮で干上がってしまうような浅いところから、水深40メートルほどまでの砂泥地、岩礁域などに生息しています。魚と違ってあまり移動しないと思われがちですが、常磐地方沿岸では季節により北上、南下移動する渡りダコ、通りダコと呼ばれるマダコが見られます。マダコは泳ぎがうまく、外頭膜で水を押し出して前へ進みます。体の柔らかさを生かして岩のほんの小さな隙間にも潜り込んで身を隠します。また皮膚の色素細胞と
特殊な筋肉を使い、周囲の環境に合わせて瞬時に色や模様、質感までも変化させて擬態することができます。敵に見つかると墨を吐いて目をくらませ、その間に逃げます。墨には嗅覚を鈍らせる物質が含まれており、敵はマダコを追いかけることができなくなります。一般的に夜行性で、食性は貪欲です。アサリなどの二枚貝は吸盤で貝殻を引っ張って貝柱を引きちぎり、中の実を食べ、カニなどは8本の腕で包み込んだ後、チラミンという毒素を分泌して弱らせてから捕食します。マダコは視覚と聴覚が優れていて、餌を取るときには主に目で見て、捕らえた餌を腕で触って確認し、味や食感を感じる神経が通っている吸盤で味わうと言われています。寿命は1年から2年について、繁殖期は春から初夏、交尾したメスは岩陰に潜み、長さ10センチメートルほどの房状になった卵の塊をいくつもぶら下げるように産みつけます。次の画像には集合体恐怖症を刺激する画像が出てきます。苦手な方は閲覧注意でお願いします。この卵塊1センチメートルあたりに約100個の卵が含まれ、総産卵数は10万個から20万個にもなります。房状の卵は藤の花のように見えるので、貝峠と呼ばれ、煮物やお吸い物、酢の物などに利用されます。卵は約25日で孵化しますが、それまでの間、母ダコはその場を離れることなく、海水を吹きかけて新鮮な酸素を供給したり、ブラッシングによって卵の表面を掃除したりして何も食べずに卵を守ります。そして卵の孵化が終了すると母ダコは死んでゆきます。孵化したばかりのチダコは体長約 3.5mm、体がほぼ透明で胴体部分が体の大部分を占めますが、体には色素胞があり、腕には吸盤もあります。卵から泳ぎ出したチダコは3週間から4週間の浮遊期の後に海底に着底し、海底での生活に移行します。寿命は1年から2年と考えられています。明石海峡日本一について、江戸末期の和語四翼集には、タコはタコから来ているとあります。和名称には海称詞、海の雲と表されているものが省略されて、タコ一字でタコと呼ぶようになったと記されています。他にタコは手の多いことからテココラと言われ、これが転化してタコとなったなど、どの説でも姿形からの命名になります。タコ壺漁の歴史は古く、弥生時代の遺跡からもタコ壺が出土しています。明石海峡は日本で最もマダコが取れるところで、6割方がタコ壺漁になります。松尾芭蕉は明石を訪れ、タコ壺漁を見ながら次のような句を詠んでいます。タコ壺や儚き夢を夏の月、捉えられることも知らず海底のタコ壺から月を見上げるタコ、そのタコの運命を。明石では6月から7月に採れたタコは大変美味しく、麦が刈られ麦わらができる頃に水揚げされるタコを特に麦わらダコと呼んでいます。前年の秋に生まれた小さなタコは半年を経て育ち、夏に向かって6月頃から一斉に水揚げされます。明石のタコは明石海峡の速い潮流が太いがっしりとした足を育み、またタコ自身の味に影響を与える餌が豊富なところから歯ごたえと甘さが信条ですが、麦わらタコはそれに柔らかさがプラスされます。釣り場は事前に確認について、初夏から冬がマダコ釣りのシーズンになります。どっしりとした重量感のある手応えが釣り人たちを魅了します。最近では珍しい手釣り道具を使い船で狙うことが多いマダコですが、関東より南の磯場や堤防などでも釣ることができます。ただしマダコ釣りが禁止されている釣り場もありますので、事前に確認しておきましょう。釣り方はカニや豚の脂身、魚の切り身などを点や針と重りが一体になった餌をつけて使用する仕掛けに縛った仕掛けで狙うのが一般的です。また現在ではマダコ用に開発されたエギ、単体で使うイカ用のルアーが数多く登場しており、ルアーフィッシングファンからも注目を集めています。天矢釣り、船からの天矢釣りはマダコが美味しくなる真夏と暮れにハイシーズン、釣りの盛期を迎えます。道具はレンタルも充実しているため、手ぶらでも出かけられるのが魅力です。タコ天矢は重りが固定式のものと誘導式のものがあり、重さも40号から80号と種類があります。
船宿で購入するか、自前で用意する場合には事前に確認しておきましょう。餌は主に中型の石ガニを使います。船宿によって縦に縛る場合と横に縛る場合がありますが、どちらにしても白い腹を上にするのが基本です。テンヤの投入は木枠から糸を出しながら船下に落とし込むだけで良いです。テンヤが着底したら少しだけ余分に糸を出しておいてから小突き、海底を重りで叩くを開始します。そこからテンヤを離さず小さく小突き、重みを感じたら5秒から8秒待ち、大きく合わせを入れて糸を緩めずに手繰ります。取り込みの際にはタコが船べりにへばりつかれないように大きく手を伸ばし船べりから離して取り込みましょう。エギング。エギングはアオリイカなどに使われる重宝ですが、マダコにも応用できます。この場合、イカ釣り用のエギのカンナ、ハリ部がテンヤのカンナになっているタコ専用エギに、さらに重りをつけて使うのが基本ですが、一般的なエギに重りをつけたものでも良いです。重りは5号程度のナス型を使います。ロッド、釣り竿は8フィートから9フィート、1フィート約30センチメートルで少し硬めのエギング専用ロッドで良いですが、シーバスロッドでも流用可能です。釣り方は仕掛けを沖に軽くキャスト、投げてエギが着底するまで道糸、リールに巻かれた糸を出します。マダコのエギングはイカ狙いのようにエギをしゃくる、魚を誘うために竿をしゃくり上げる動作をせず、海底をずる引き、海底を引きずってくるのが基本です。エギが海底から浮かないように注意しながら、投入点からゆっくりと手前に引きます。当たり、魚が食いついた信号がない場合は、時々竿先を左右に振ったり、少ししゃくったりしてからポール、沈めさせ、強くアピールすると良いです。タコジグ。水深のある防波堤などで、主に足元を攻めるときによく使われる仕掛けです。ちょい投げ、軽く投げるでも使用できます。ロッド、釣り竿は8フィートから9フィート、1フィート約30センチメートルで少し硬めのエギング専用ロッドで良いですが、シーバスロッドでも流用可能です。タコ釣りのロッド、釣り竿を選ぶ場合、操作上あまり長いものは扱いづらいです。また、海底や壁にへばりついたマダコを引き剥がすことがあるため、重量のある仕掛けを操作することを考慮すると、オフショアロッド、船からの大物用ルアー竿や青物用の8フィートから10フィートほどのパワフル、反発力の強いロッドが扱いやすいです。タコジグは重さ 30g から 40g 程度で、これを1個または2個から3個を連結して使用します。仕掛けを防波堤の壁スレスレに落とし込み、そこについたらゆっくりと竿先を上げて、またゆっくりと下ろします。この操作を繰り返して当たりを待ちます。当たりがなければ移動しながら同じ動作を繰り返します。当たりは根がかりしたように重くなるので、マダコが岸壁にへばりつかないように一気に巻き上げます。タコジグもテンヤと同様、基本的に針に返しがついていないので、バレ、針から外れないようにラインテンション、糸の針は張ったままで引き寄せましょう。疲労や視力の回復効果について、マダコは高タンパクで低カロリーで、ビタミンやミネラルもバランスよく含み、動脈硬化や心臓病の予防、肝臓の働きを助け、疲労回復や視力回復の効果があり、旨味成分でもあるタウリンが多く含まれています。釣り上げたマダコを締める場合は、目と目の間にナイフやイカ締めピックを突き刺します。体色がさっと変われば OK です。もっと簡単なのは、タコの胴体、頭のような部分と足の部分の隙間に指先を入れて切り離してしまう締め方です。さらに胴体を裏返し、内臓を取ってしまえば完璧です。下ごしらえは内臓と目、くちばしを取り除き、粗塩を使って塩もみを行います。ぬめりが取れるまでしっかりやることが美味しく食べるコツです。塩もみ後の水洗いも丁寧に。手を抜くと茹でた時にお湯に塩が溶け出してしょっぱくなるので注意しましょう。茹でるときは足の先からゆっくり沈め、1kg までのタコならば2分から3分が茹で時間の目安です。湯引きの場合、生のマダコの足は柳刃包丁などを使って吸盤の部分を切り取ります。身と皮の間に包丁の刃先を入れ、身を転がすようにして皮を剥き、薄くそぎ切りにします。沸騰した湯にさっと泳がせ、
氷水に入れ熱を取ります。水気を拭いて盛り付けます。タコ飯はぶつ切りにしたマダコ、千切りの人参と油揚げ、先掛けにしたごぼう、醤油、酒、塩、そしてお米を入れて水加減を調節して炊飯器で炊きます。今回のまとめです。砂礫や岩礁域に生息。岩石や海藻に擬態。夜行性で食性は貪欲。寿命は1年から2年。明石海峡日本一。釣り場は事前に確認。疲労や視力の回復効果。今回の授業は以上となります。マダコの授業がマダコ釣りにおける超過アップの手助けに少しでもなれば嬉しいです。Web3.0 時代に先駆けて Discord を使った新たな釣りコミュニティ、釣りシティを作っていました。釣り人が集まる仮想都市を目指しております。ジャンル問わず釣り好き同士で一つの街が作れたら楽しそうと思いやっています。登録方法は招待リンクを説明欄に貼っておりますので、そこからお入りください。これから主流になると言われている Discord に興味がある方がいらっしゃいましたら、一緒に勉強していきましょう。釣りって学べるは公式 LINE もございます。個別相談や情報発信の場として活用しております。釣りって学べるは今よりも一歩幸せにをテーマに5つの力を身につける授業を配信しております。釣り具や釣り場を選ぶ力、潮や天候を読む力、状況に合わせて変える力、魚を釣る力、釣り場を守る力。今日が人生で一番楽しい日です。釣りは参考になることはあっても答えはありません。自分の頭で考えて行動して改善していくことが釣りの上達や楽しさに結びつくと思います。これからも釣りを学んで幸せな道を歩んでいきましょう。この動画がいいなと思ったらグッドボタンやチャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。